ナンバー2030究極の転生 ATX 可変電源 DR8360BTX スペシャルの完成。いろは電子工作所第30回の報告です。 PC の部品からプロ仕様の計測電源へ。前回倉庫の奥底から救出した 350W の ATX 電源に電圧を自由自在に操る小高圧コンバータ ZK4KX を完全統合しました。さらに独自の大型フィルタ回路を組み込むことでドローン開発に欠かせないクリーンで強力な電力を実現しています。本日はこの最強の実験用電源が完成するまでの全記録を報告します。まずはこのプロジェクトが成功した証をご覧ください。完成した電源ユニットのダイヤルを回し出力を 8.0V に設定します。これは小型ドローンでよく使われる 2S バッテリーと同じ電圧です。配線を機体に接続し背面のスイッチを投入します。その瞬間 ELRS 受信機とフライトコントローラーの LED が鮮やかに点灯。さらに P という小気味良いブザー音が響き渡りました。かつて PC を支えていた 350W の電力が精密な 8V へと見事に調教された瞬間です。リポバッテリーの残量を気にせず机の上で心ゆくまで実験ができる断絶のない開発環境が手に入りました。ドローンの脳に当たる精密センサーは電気のわずかな揺れを嫌います。電気が不安定だとセンサーが誤作動を起こし墜落の原因にもなりかねません。そこで私は出力の最終段にトリプルフィルタ回路を構築しました。使用するのは信頼の日本ブランドルビコン製の大容量コンデンサです。デジタルノギスでそのサイズを測ってみましょう。1つ目は1000マイクロファラッド直径 16.1mm 長さ 26.1mm。 2つ目は2200マイクロファラッド直径 16.1mm 長さ 31.4mm。 電子工作ではあまり見かけない巨大なサイズですが、この大きさが電気を蓄える巨大なダムとなり電圧の揺れを強力に抑え込みます。ここに高周波のノイズを逃がす極小のセラミックコンデンサ104を添え、あらゆるノイズを徹底的に封殺しました。実装で最も頭を悩ませたのは熱の対策です。電圧を変換する ZK4KX は動かしている最中に背面のヒートシンクが熱を持ちます。一方 ATX 電源には強力な冷却ファンが内蔵されています。私はこのファンの風の流れを徹底的に計算しました。ケース内部で風を遮らず、かつファンの風が直接ヒートシンクに当たる特等席を特定。位置決めを行い、スチール製の筐体にカットラインを引き、手術の準備を整えます。今回の制作で最も過酷だった工程です。相手は頑強なスチール製のケース。あいにく金属をミリ単位できれいに切り抜く専門的な工具はありません。そこでドリルでカットラインに沿って無数の穴を開け、その間をカッティングプライヤーで力任せにつないでいくという極めて泥臭い手法を選びました。必死の加工により開き工部はガタガタになってしまいましたが、これは限られた道具で最高の結果を出そうとした現場の証です。加工で生じた不格好な隙間、ここを埋めるために投入したのがエポキシ粘土パテです。プラスチック手袋を着用し、2式の粘土を均一になるまで必死にこね上げます。このパテを隙間に押し込み、形を整えていく作業はまさに模型製作のようです。これで見た目を補修するだけでなく、ファンの風を逃がさずヒートシンクへ集中させる気密性も確保できました。実用的な合成と独特の機能美が宿ります。いよいよ仕上げです。
巨大コンデンサ群をユニバーサル基盤にまとめ、丁寧にハンダ付けしました。 ZK4KX の出口からこの基盤を経由し、最後に行き着くのは筐体のサイドに新設したバナナプラグ端子です。使いやすさも性能の一部、プロ仕様の端子を採用したことで、どんな実験機体にもワンタッチで電気を送り込めるようになりました。基板をケース内部にねじ止めし、すべての配線を整理。ついに DR8360BTX スペシャルが完成しました。バッテリーの残量を気にし、電圧の低下に怯えながら作業する日々はもう終わりです。安定した 350W の大電力と徹底したノイズ対策、これこそがこれからの自律飛行実験を根底から支える最強のインフラです。次回からはこの電源を武器に、いよいよ自律制御アルゴリズムの本格的な実装へと歩みを進めます。安定した電力が安定した知能を育むのです。それではまた次回。